こんにちは、さゆりです。皆さん、お元気ですか？今日は2月19日です。実は少し前に桜の開花予想が発表されました。開花というのは花が開くことです。発表では今年桜が咲く時期は平年並み、つまりいつもと同じぐらいの時期か少し早いそうです。今日はこの桜について話そうと思います。私のポッドキャストのスクリプトは私のブログで見ることができます。ブログでは PDF もダウンロードできるので、ぜひ復習に使ってみてくださいね。そしてブログではこのポッドキャストの言葉や内容のクイズもあるので、ぜひチャレンジしてみてください。では、まず先ほど話した今年の桜はいつ咲くのという話から話しますね。少し前に2026年の開花予想が発表されました。ウェブサイトで見ると、東京と福岡は3月21日頃、大阪、名古屋は3月25日頃、仙台は4月8日頃、札幌は4月26日頃だそうです。日本では春が近づくと天気予報で桜の開花予想を紹介します。いつ咲くかを知るのは日本人にとってとても重要なことです。どうしてかというと、桜は咲いてから1週間から10日ほどで散ってしまうからです。この短いチャンスを逃さないために、みんなよく開花予想をチェックするんです。この開花予想を見てお花見を計画したり、もうすぐ春が来るなぁと感じたりします。ところで皆さんは桜というとどんな花をイメージしますか？実は桜にはたくさんの種類があります。私たちがニュースで見る開花予想の桜はソメイヨシノという種類の桜です。日本の桜の約 80% がこのソメイヨシノだと言われています。ソメイヨシノは色が薄いピンクで花が散る時がとても美しいです。風が吹くと花びらが雪のように降ってきます。これを桜吹雪と言います。とっても綺麗ですよ。ここで皆さんに質問です。桜という言葉はどういう意味か知っていますか？実は古い日本語に由来があるという説があります。さは田んぼの神様のこと。蔵は神様が座る場所のことです。昔の人にとって桜が咲くことは山から田んぼの神様が降りてきて木に座ったというサインでした。桜が咲くのを見て神様が来たから今年もお米を作る準備を始めようという合図だったんですね。そして今ではお花見といえば桜ですが、実は昔は違いました。奈良時代、今から約1300年前の貴族たちが楽しんでいたのは桜ではなく梅だったんです。貴族というのは身分の高い人たちのことです。
当時は中国から伝わったばかりの梅がとてもおしゃれで珍しい花でした。でも平安時代、約1200年前になると、貴族は桜に注目するようになったそうです。そして江戸時代になると、将軍がみんなで桜を楽しもうと町中に桜を植えさせました。そこから今の私たちと同じように、みんなでお弁当を食べたり、お酒を飲んだり、お花見をするようになったと言われています。また、お花見は昼だけではありません。夜に見る桜もとっても綺麗です。これを夜桜と言います。桜の木の周りにライトを置いて、暗い中で桜を照らします。昼の桜は可愛くて優しい雰囲気ですが、夜の桜はとっても幻想的。つまり夢の中にいるような不思議な美しさがあります。でも春の夜はまだ寒いので、夜桜を見に行くときは暖かいコートが必要です。さて、お花見に関する有名なことわざを知っていますか？花より団子です。聞いたことがありますか？これは綺麗な花を見るよりも美味しい団子を食べた方がいいという意味です。つまり見た目の美しさよりも実用的なもの、役に立つものが好きという時に使います。お花見に行こうと言いながら、実際は桜を全然見ないで、お酒を飲んだり、お弁当を食べたりしている人がいませんか？そんな人を見たら、あの人は花より団子だね、と言えます。ちなみに今の日本の春は本当に花より団子かもしれません。春になるとコンビニやカフェに桜味の商品がたくさん売られています。桜のラテ、桜のケーキ、桜のチョコレートなどです。これは桜の花のようないい香りがするし、色はピンクでとっても可愛いです。このように春限定の商品がたくさんあるので、皆さんもコンビニやカフェでチェックしてみてくださいね。春限定というのは春だけに売っているということです。皆さんの国にも春限定の食べ物はありますか？今日は桜について歴史や種類、そして美味しい食べ物の話までいろいろお話ししました。今年の春、皆さんは桜を見る予定がありますか？お花見をする予定はありますか？ぜひコメントで教えてください。それでは今日のポッドキャストはここで終わります。また次のポッドキャストでお会いしましょう。